こんにちは、スパオです。今回は待ってましたなビッグセール。全品 10% オフになる無印良品週間で狙うべきアイテムを厳選したので、収納、日用品、食品の3つに分けてお届けします。ついついあれもこれもって買っちゃうと、いくら 10% オフと言ってもお会計がとんでもないことになるので、この動画を参考に本当に買うべきものを吟味していただきつつ、お買い忘れがないようにしてもらえたら嬉しいです。では早速参りましょう。どうぞ。とその前に、今回の 10% オフの恩恵を受けられる無印良品メンバーになる方法をサクッとご紹介。簡単に言えば登録無料の会員登録をするだけなんですが、オンラインで買い物をする方はホームページにある会員登録ボタンを押して、あとは案内に沿って必要事項を入力するだけ。店頭で購入する方は無地パスポートアプリをダウンロードする必要があるので、事前にインストールしておきましょう。ではまずは収納グッズを厳選5品ご紹介します。柔らかポリエチレンケース。キッチン周りから子供のおもちゃの収納まで、家の中であらゆるところで活躍する柔らかい素材のポリエチレンケース。我が家もう家の中に何個あんのってくらい至るところで活用しています。キッチンでは水切りかごとして、今までは水切りマットの上に食器を一時的に置いていたんですが、娘が背伸びしてマットを引っ張りそうだったので、つい最近からこのケースに入れて使っています。ポリなので水回り周辺でもストレスなく使えるんです。あとは脱衣所のタオルケースとしても使っています。私これ職場の自分のデスク下でも使っているんですけど、全サイズ高さが違うだけで幅と奥行きはサイズが一緒なので、別売りの蓋を使うと上にスタッキングできるのも便利。公式では冷蔵庫の整理にもって使用例が載っていました。皆様のとっておきの使い方もぜひコメント欄で教えてくださいね。ポリプロピレンの小物収納ボックス6段ホワイトグレー。こちらスマスパコのおすすめのアイテム。文房具やお薬もろもろ小物の整理にはもってこいの多機能ボックス。2個並べると12段になるので、月ごとに何かを管理したりするのもおすすめで、我が家はレシートがめちゃめちゃ多いので、このボックスを使って月ごとにレシートを管理しています。引き出しの中に仕切りがあるので、好みの収納サイズで使えるのと、棚板を組み替えればこれ横向きでも使える大変素敵なボックスなんです。同じサイズでクリアタイプもありますが、中が透けるとごちゃごちゃしそうだったので、我が家はホワイトグレーを選んでいます。棚の中やデスク上での整理に大変はかどりますよ。重なるラタン長方形バスケット小。柔らかい雰囲気が出せる人気のラタンバスケット。我が家では無印のシェルフと一緒に食器などとして活躍してくれています。特にウッド系のシェルフと相性が良くって、マグカップやグラス類もすっぽり入るので機能面もグッドなのと、これ並べると統一感が出るのも気に入っています。パントリーなどのキッチン周りや脱衣所周りで使っているコメントも多かったです。ちなみに最近の無印商品のページに SNS の活用例が載っていたりするので、よりリアルな使い方を知りたい方はそちらもぜひご参照ください。経年劣化で素材が飛び出したりするので、そうなったら買い替えを検討しましょう。スチールパイプワゴンラックのライトグレー3段。以前ご紹介した新商品のスチールワゴン。我が家はすっかり娘のおもちゃ入れになっていますが、いろいろな使い方ができるのでおすすめです。似たような人気商品の IKEA のロースコグっていうワゴンがあるんですが、似ているようで細かな差があったので、買う前に過去動画を見ていただけると選びやすいかと思いますが、ざっとお伝えすると、無印の方が書類を縦置きで収納するには大変便利なのと、キャスターにストッパーがついているところはグッドです。ぜひ店頭でサイズ感と色味の確認をお願いします。ポリプロピレン救急箱。救急箱って古くなってもなかなか買い替えない気がするんですが、そんな方に買い替えませんかって言いたくなる無印の考え尽くされた救急箱を推します。
中の仕切りを調整できるのと、この仕切りの溝が真ん中ではなくって3対2みたいな絶妙な割合で仕切られているのも超秀逸で、このおかげでボリュームのあるものは手前に、小さめのものは奥にといったようにメリハリをつけて収納できるんです。そしてこの上についているスライドできるトレイがすっげー便利。下の方にしまうほどでもない、すぐ使えるものもこの位置に置いておけるのは使い勝手爆上がりです。救急箱と名付けるのがもったいないほどに、メイクボックスや文具やソーイングセットなどなど多機能ボックスと言っても過言ではないほどにあらゆるシーンで使えます。我が家はクリアの方を買いましたが、中身を見せたくない方はホワイトグレーもあるので、そちらをご検討ください。ここで知っておくと便利なプチ情報を一つご紹介。無印でこういった大型のものを買うと持って帰るのちょっと億劫じゃないですか。そんな時は店舗で買えるこの再生ポリプロピレンバッグを使いましょう。知っている方もいるかとは思いますが、大中小の3サイズあって、どれも150円でレジで買えるんですが、これ不要になったら店舗に持っていくと150円が返ってくるデポジット製なんです。 IKEA のバッグのような頑丈な素材なのでガシガシ使えちゃうんですが、破れても破損しても返金してくれる神対応っぷり。我が家はついつい返すのを忘れて車に積んだままなんですが、もちろんそのまま使っていても OK。 むしろ我が家は無印以外の買い物をするときに使うことの方が多いです。環境を意識した無印らしい取り組みです。ここからが日用品、お役立ちグッズから人気の品まで9品ご紹介します。野菜や果物の鮮度を保つポリエチレン袋。昨年紹介した冗談抜きに時を止める袋です。アルカリ性の強いホタテの貝殻を袋に練り込むことで雑菌の繁殖を抑え鮮度を保ちますってものなんですけど、これ聞いている以上にかなり鮮度を保ってくれるんです。特に効果を実感できるのが葉野菜で、レタスなどはこれに入れて密閉しておけば余裕で1週間くらいはほぼ買った状態のまま保てる気がしますし、我が家は買ったのを忘れていた大葉が約1ヶ月青々と鮮度を保っていたこともありました。っていうのも青々としすぎて異変に気づかないんですよね。我が家では無印のポリプロピレン袋止めクリップと一緒に使っていて、使い終わった袋を軽く洗った後はこのクリップで留めて冷蔵庫に入れて保管をしています。というのもこの袋地味に耐久性もあるので結構繰り返し使えるんです。この辺のコスパも加味するとまさに神ってる袋です。これ使えば野菜を廃棄する量がぐっと減ること間違いなし。はい、ミニジュートバッグ。ミニリュックやミニトートもあるんですが、最近発売して可愛いって SNS で話題になっていた人気商品をミニチュア化したようなアイテムです。サブバッグとしてバッグの持ち手につけたり、車の中での小物入れや収納に使っている人も多い、見た目だけでなく機能的にもきちんと活躍しちゃうアイテム。ちょっとしたお菓子などのプレゼントを入れるのもいいですね。IKEA でも最近この手のミニバッグが発売されていたんですが、このミニバッグブームなんですかね。キルタオルの半袖パジャマ。この春の新商品です。最近無印のパジャマが人気なのご存知でしょうか。というか寝る時にパジャマに着替えている人ってどれくらいいるかも気になります。我が家はもっぱらユニクロのスウェット上下で寝ることが多いんですが、そもそもスウェットって寝る時の服としてはあんまり適していないんですよね。寝つきが悪い人がパジャマに着替えただけで寝つきが良くなるケースもあるようですし、スリープセレモニーといってパジャマに着替えることで脳のスイッチを睡眠モードに切り替える、そんな心理的効果もあるようです。今回の無印のパジャマですが、着るタオルとあるように生地がオーガニックコットンを使用したパイル生地なので、もう着るだけでめちゃくちゃ気持ちいい。これはもうストレスゼロですよ。さすがに半袖半ズボンはまだ寒いのでこれ着て寝てはいないんですが、
確実に気持ちよく眠れそうな予感がもう着るだけでひしと伝わってきます。メンズもレディースも4色の展開なので、気に入ったお色味があれば在庫なくなる前に買っておいた方がいいです。急速充電器、最近発売された新商品で USB PD 規格に対応したハイスペックな充電器です。この PD っていうのが USB Type-C 端子に対応した給電規格の一つで、今までの規格と比べるとより大きな電力の供給を行うことができる分、充電時間も短く済んじゃう優れもの。そして注目すべきはこのコスパなんです。コスパ充電器といえば近年はアンカー社のものが人気で、私も仕事とプライベートを含めて3つ持ってるくらいお気に入りなんですが、それとほぼ同じ規格のものと比べると、アンカー社の方はポートの数も一緒で 67W、 これで8490円。無印のはサイズもそこまで変わらず、ポートの数も一緒で 65W で2990円。この辺の真の価値はおそらくガジェット系の方がまとめてくれると思いますが、デザインさえ問題なければ無印のも十分魅力的だと思います。はい、ふっくらファイルのフェイスタオルとバスタオル。春になったらおうちのタオル買い替えませんかってことで、この良品週間の時にまとめ買いしちゃいましょう。無印のタオル、何回洗っても何回乾燥してもふっくら感が長続きするので気に入っています。去年までは無地のものを使っていましたが、今年はストライプが入ったデザインにしてみました。ふっくらもするし、何よりタオルとしての耐久性も強い気がするので、ついついずっと使ってしまいそうな感覚にもなるんです。そして無印のタオルといえばのこの裁断用のラインも完備。これはバスタオルの方にだけついているんですが、この線に沿って切ることで使い古した後は雑巾としての第二の人生が待っています。こういった日用品は特にこのセール中に買うことをお勧めします。ウレタンフォームの3層スポンジグレー。白の方は我が家でずっと使っていたんですけど、汚れてくるとたちまち見た目が悪くなるのが気になっていたんですが、昨年に待望のグレーカラーが登場して以来、我が家は白をグラス用、グレーをその他食器用に使い分けています。グレーになることでとにかくシンクとの色なじみがいいのと、汚れの色移りが目立たない。しかも肉厚で弾力のある食感なので耐久性もかなりあるんです。これ我が家のリピ買い品です。鍋としても使えるこびりつきにくいフライパン深型。新商品の時に買って以来毎日使っている我が家のキッチンには欠かせない存在です。深型浅型両方持ってはいますが、どっちかというとこの深型の方が使う頻度が高いです。およそ半年ぐらいは使っていると思うんですけど、こびりつきにくいとはまさにこのことで、油を敷かなくても素材がつきにくいのと、仮に少し焦げついちゃったとしてもスポンジでスルッと取れるのも気持ちいいほどにこびりつきにくいんです。これは去年買ってよかったアイテムの一つです。水からできたクリーナーのアルカリ電解水。やけに手にフィットするアルカリ電解水。正直100均とかでも買えるっちゃ買えるんですが、無印のはとにかくデザインが秀逸。あと心なしかずっとキッチンに置いていてもパッケージが汚れにくい気がしていて気に入っています。そしてこの食器用洗剤と併用することでキッチン周りのスッキリ感を演出できるんです。洗剤の方は食器の油汚れをしっかり落とすのはもちろん、野菜も洗えちゃう優しい洗剤でもあるんです。環境のことを考えて使用する界面活性剤を植物由来にしたそうで、この辺も使っていて気持ちいい理由の一つになると思います。はい、最後は食品です。特に買い置きに便利なものを中心にセレクトしました。ご飯にかけるユッケジャン。春は何かと忙しい日が続くので、簡単に食事を済ますことができるこのご飯にかけるシリーズをストックしておくと何かと重宝します。
その中で個人的におすすめしたいのがこのユッケジャン。牛肉、豆もやし、ゼンマイなど食べ応えのある具材が入っていて食感でも楽しめます。スープは程よくピリ辛でそこまで辛すぎない絶妙な塩梅。そのままでもいいんですが卵や豆腐を落としても超美味しいです。日中はだんだん暖かい日が出てきましたが夜はまだちょっと寒い日が続くのでこういったあったかスープご飯はきっとホッとすると思います。賞味も製造から1年はあるのでセール中に買い置きをしていくことを強くお勧めします。そしてもう一つのおすすめがご飯にかけるガパオ。現地らしい辛さやバジルの風味を求めている人にはおすすめしませんが、辛いの苦手だけどエスニックは好きって方には推したい商品です。そもそもバジルの風味はレトルトで再現するのは難しいので別で乗せるべきだと思いますが、これは目玉焼き乗せるだけで早々にエスニック食べたい欲は満たせると思います。気持ち醤油っぽい味付けなので日本人の好みに寄せたような味で万人受けするガパオとも言えるでしょう。口コミでお弁当に使っている方が何人か見受けられましたが、確かにこの優しい風味であれば小学生高学年くらいからもしくは中学生以上なら抵抗なく食べてくれる気もします。どちらにせよ家に一つあると重宝する一品です。はい、備蓄おやつのチョコ羊羹。備蓄用って書いてあるんですがシンプルに味がいいので普段使いにも推したいのがこのチョコ羊羹。作っているのが井村屋さんなので味はもうお墨付きです。いい意味であんこっぽさがうまいことマスキングされていて羊羹のねっとりさでチョコレートの濃厚さが際立っている印象さえ感じます。これ原材料を見た感じだとチョコレートじゃなくてカカオマス、ココアバターって書いてあるんですよね。これ既製品のチョコレートをただ練り込みましたではなくチョコレートの原材料の方を使うことでより風味を出しに来ている気がします。とにかくこれは備蓄用のみならず普段のおやつや出先の際のおやつポーチに忍ばせておくことを強くお勧めします。はい、キンパのプルコギ。ぜひこの時期にまとめ買いを推奨したい絶品冷凍キンパ。以前の動画で冷凍キンパがパワーアップしたよってお伝えしたんですが、従来品と比較して具材の量が 1.5 倍になってより具材の食べ応えが増しに増したんです。専門店のキンパを徹底的に分析されたそうで重量やご飯の比率を突き詰めたそうなんですが、具材のフレッシュ感はさておき食べ応えはもう十分なほどに味わえます。個人的には以前よりお肉の風味が強くなったので香りの面でもアップデートがされています。小腹が空いた時や食事の時のちょい足しにめちゃめちゃ活躍します。はい、今回最後が素材を生かしたカレーバターチキン。3月1日からまさかの値下げが発表された人気のレトルトカレーシリーズ。この値上げラッシュのご時世、こんな人気商品の値下げに踏み切った無印の企業努力に強く感動するんですが、長期保存の効くレトルトカレーはこういったお買い得の時にまとめ買いをするに限るんです。バターチキンは言わずと知れた人気商品なのでもう息をするレベルでカゴに入れてほしいんですが、カレーを問わずお好きなものを買っておくといいでしょう。で、ここだけの耳寄り情報があるのでこっそり教えちゃうと、商品部の方から聞いた情報で許可をいただいているんでお話ししちゃうんですが、大人気のバターチキン5月頃に6代目にリニューアルになるんです。なので現行のバターチキンがお好きな方はなおこのセールの時に買い溜めておくことを強くお勧めします。はい、いかがでしたでしょうか。おそらく今週末は全国どこの無印店舗も混雑しているでしょうが、ぜひこの動画を参考にお買い忘れのないよう無印良品週間を楽しんでくださいね。スポンジとポリエチレン袋はマストバイで、個人的にはパジャマも地味に品薄になるような気もしています。マジで肌触りがいいので店頭で触り心地を試してみてくださいね。お買い物の参考になれば幸いです。
このようにこのチャンネルでは成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品や百貨店グルメなど食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方はいいねやコメント、チャンネル登録をいただけるととっても嬉しいです。またインスタグラムや Yahoo エキスパート、最近ではボイシーでも情報を発信しているのでぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。